ちは。ボタジマです。よろしくお願いします。俺ね、分かっちゃったんですよ。こういう美隠しだとかの板付けってあるじゃないですか。結構 DM で板付けの方法とアドバイスもらえませんかっていうのが結構あったんですけど、自分で言うのもなんなんだけど、どちらかというと、手先器用な方だし、そう、アドバイスっていうアドバイスね、ないかなって思ってたのよ。板付けするの苦手だわっていう人って何が問題なんかなって考えていた時に、ふとね気づいたことがあったんで、それを動画にします。美隠しだとかというか、板付け初心者の人が、大体こうなんじゃねえかなと思ったんでね、一回見てもらって、自分板付け苦手だけど多分そうかもっていう方が見えたらね、一点気をつけていただくだけでもう多分ぐっとね板付けの難易度って変わるんじゃないかなと思うんで、ちょっとねそちらをね説明していきたいと思います。結論から言うとね、これよ、これこれこれが問題。水苔だよね。水苔、植物の板付けって水苔使うことが多いと思うんですけど、特に美隠した初心者の人とか、板付けをね、初めて挑戦するわっていう人はこれねトラップなんですよ。トラップ、本当に罠。水苔って100均とかホームセンター、園芸店はねもちろん置いてあると思うんですけど、結構手に入りやすい園芸資材だと思うんですよ。じゃあ自分が持ってる水苔の何が悪いかっていうと、こうやって水苔持ち上げた時に手で掴んでない部分、どんだけ水苔垂れますかっていう話。手で掴んで水苔が垂れないってことは水苔が短いんですよ。ちなみに今回僕がお見せしてるのはカインズホームセンターで購入した安い水苔。一旦僕が思う安い水苔とちょっとお高い水苔の違い話してきますね。ちょっとお高い水苔って結局そのグレードが高かったりとか、品質がいいみたいな言われ方をしてるんですよ。お高い水苔ってこういう一本一本が太かったり長かったりするんですよね。もうわかるでしょう。太くて長い水苔使えば美隠しの板付け簡単ですよね。水苔がボロボロ落ちないからさ。で今回僕がホームセンターで購入したこの水苔は 500g で買ったかな、いくら600円とか700円とかそんなものの金額でしたけど、安いじゃん。むちゃくちゃ安いじゃないですか。でその安い水苔が一体どうかっていうと、こんな感じでさ、もうとにかく細いんで、短い、こんなんとかね、とにかく細くて短い、そういうのがこう圧縮されて売ってたりとかするんですよ。これに植物の根っこ包んでそっから糸でまとめるっていうのはね、さすがに多分難しいわこれは。難しいと思う。で実際僕この水苔使って板付けってか苔増しかしたやつがあるんですけど、アリ植物を板から外さずに苔を上から持ったような状態で昨日作業してみたんですよ。この量を植物を外さずに上に盛るだけでもむちゃくちゃボロボロこぼれるし、なんせね糸でまとまらないんですよ。全然もうボソボソっていうか、いや盛ることはできますよ、このまま掴んでガッて盛ればできるけど、でもねとにかくまとめづらい。もしかしたら美隠しだとか板付け初心者の方、じゃあ板替えするぞ、苔増しするぞってね、作業入るために、水苔初めてね買いました、これから買いたいと思ってますっていう人見えると思うんですよ。自分初心者だし、始めたばっかだからそんなにお高い水苔はいいかなと思ってホームセンターとか100均とかで安い水苔を買うとするじゃないですか。結構ね大変だと思う。で、水苔ってこういうもんなんだって、うわ自分不器用だわ、全然うまくいかないわって思う人たくさんいると思うんだけど、違うのよ。全然違う、全然違う。器用不器用はあるにしても違う違う違う、全然違う。水苔がまとめにくいの、短いから。すごい上手に大きく育ててる人、板付けめちゃくちゃ綺麗になっててまん丸になっててね、うわあんな風にやりたいなって思うじゃん絶対。そういう人はちょっとお高いやつ、3000円とかね5000円でいいわ、これぐらいの大きさでねグッて圧縮されたやつ売ってますわ。3000円とか5000円ね、1万とか出さなくてもいいわ、それぐらいのやつ一回買ってみて。こうはならんよ。こういう短いやつとかもそれは入ってるよ、高いやつでも入ってるけど、ここまでじゃないとか、板付けしやすいしにくいっていうところを抜きにすると、じゃあ品質が
品質っていうのはこういう水苔戻した時に出てくるゴミとかもあるんですよ。植物の根っことか枯れ葉とか結構ねゴミというか不純物が入ってたりとかするんですよ。ゴミが入ってる入ってないっていうのは正直価格が上がればね当然ゴミは少ないんだろうけど、ぶっちゃけ3000、5000円ぐらいのねそれぐらいのクラスの水苔だったらゴミとかは入ってるんですよ。気になる方はその都度ね抜いてもらって使ってもらえば問題ないかなと思いますね。ちょっとこれは調べたんですけど、あまりにも安い水苔って殺菌だったりとか除菌って言ったらいいのかな、そういった処理がされていなくてなんかカビやすいとかどうのこうのとか書いてあったけど、僕はねちょっとその辺は自分で経験したわけじゃないから分かんないんですけど、そういうのもあるらしいよ。で僕は今回あえてこの安い水苔を買ったんですけど、なんでかっていうとこれを板付けに使わないから買ったんですよね。じゃあ板付けせずに水苔何に使うのっつったら2つしかないからね。1つはこういう形で自分でモスポールを作る時に別に長くある必要ないんで、安いやつでいいかなっていうところですね。2つ目が植え込み材として使いたいなと思ったんで、長くある必要はないので僕はこいつを購入しました。実際はね育てる植物とかちょっとこだわりだったり、狙ってね長いものを使って鉢植えに使うこともあるんですけど、僕はねそんな気にしてないんで別に安くていいわっていうぐらいの気持ちでね、購入しました。水苔にも種類があってグレードがあって金額の差もすごいじゃないですか。自分がこの水苔を何に使いたいかっていう部分で選んでもらうのが一番いいかもしれないですね。いや俺ぶっちゃけねこの水苔でビカクシダ板付けしてって言われたら俺結構嫌だもん。一個間違えてほしくないのは安いからダメとか高いからいいってわけじゃなくて、その水苔を何に使うかっていう部分が一番重要なわけで、今後モスポール作るなら絶対この600円ぐらいのやつ買うしね。僕園芸自然って安いに越したことないんだからさ、高いやつ使ったら高いそれはいいわさ。まとめると園芸初心者の方、板付け初心者の方、これからビカクシダガンガン始めていきたいです、水苔何買ったらいいかなっていう、そんな人たちはちょっといいやつ買ってみ。ちょっといいやつ買うともう多分戻れないわ、この短さは。というか多分これだとできないと思う。植物の板付けやビカクシダの板替え全然上手にならないな、自分下手くそだなっていう人は一回水苔を見直すのもいいかもしれないですね。というわけで今回は板付け初心者がうまく板付けできない理由でございました。このチャンネルでは園芸に関する情報を発信していきますので、興味のある方はチャンネル登録と高評価と教えていただいて応援していただけると嬉しいです。というわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボタジマでした。